ちは。ようこそディアブロの世界へ。今回はソーサレスを使い、ゴルと縛りでヘルクリアに挑戦します。シナジーやサポートスキルは使えますが、スタティックフィールドは封印です。それでは早速始めていきます。スタート。はじめは杖についているファイアボルトでいきます。序盤はマナがカツカツで少し辛いですが、まあこれはお約束ですね。殴っていきましょう。アイスボルトを使って敵の動きを鈍らせつつ、じっくり戦っていく感じですね。猿立てですね。レベル3で筋力10盛れるよ。スネークコードですね。アクト1で毒耐性は助かる。アンダリエルさん、正面から戦うのは厳しいのでファイアボルトで逃げ打ちしていきます。アイスボルトも織り交ぜていきます。OK、アンダリエル撃破です。戦利品を整理し傭兵を兄貴に変更します。プレイヤーにしちゃったけどディファイアンスでいいと思うぞ。マナ不足を補うためサファイアでブーストしますか。ルーン集めに塔に戻ってきました。欲しいところがだいたい来たかな。いつものマラソンして隠密作るぞ。これでスキル発動速度が 45%、 次のブレイクポイントは63のためそこまで上げたいね。さて次のルーンワード歯を発動させるためラルルーン集めに塔に通ったけど全く大量にアルタルを合成することに。これで準備 OK。 買っておいたベースにルーンをはめてルーンワード歯を発動しました。ファイアボルトがプラス8は強い。アクトにも最後。あれ、私の亡骸が逃げ遅れてやられてしまいました。ここは狭いためパッドでのテレポが非常にやりづらい。移動できないと発動しないんですよ。OK、ルリエル撃破です。アクトさん、井戸瓶の報酬を確認。どうした？集中放火がひどい。前に出過ぎかもね。ゴアフットですね。低レベルから移動速度 20% は良い。あとは靴でマナ吸収が珍しいところかな。新しいセットの苦難の契約者ですね。メフィストは安全に対岸から。 OK、 撃破です。ユニーク指輪ナーゲルかマナルドでしょう。イズアル戦ですか。硬いというか火力がない。
ノーマルの石割りやるぞい。アムンが出てくれると当たり。ディアブロ戦始まってます。慣れてない時は広いところで戦うと良いです。アイスボルトで鈍らせてチャージドボルトで削ります。あとはこれの繰り返し。OK。時間がかかりましたがディアブロ撃破です。苦労した甲斐がありマギ手に入れました。耐性25かちょっと低いけどよしよし。アクト5クエストをクリアしてルーンセットもらったので古の民の制約を作ります。サンババ戦です。特に苦労もなく撃破です。ようやくバイパーマギが装備できるレベルに。レベルが30になり各属性のマスターが覚えられるようになりました。現状の主力がチャージドボルト、ファイアーボルトがサブの立ち位置になっています。調校してライトニングマスターを取得。アイスボルトは戦力外。まだ使えないけど耐性デカのチャージワンドを購入。すでに途中まで削ったバール戦めちゃくちゃ時間がかかったためカットしました。 OK。 バール撃破です。ファイアマスターを取得し火力アップ。3穴の剣使うかもしれないので取っておくぞ。くたくた。ナイトメア来ています。お、二属性靴でドロップ付き。これ以上持てない。4穴の剣臨床必要だけど直ドロップは助かる。スパインリッパーだね。やっとソルルーンゲット。タル、スル、オルト、アムンでルーンワード精霊発動。お次は2花の盾にシャエル、レスでイン発動。アンデッドクラウン。牧場から拾ってきた長江に穴を開けます。これで4穴にラル、ディア、タル、ソル。洞察だね。可変はちょっと残念な値。役に立ててみせる。さてナイトメアのアンダリエル戦。テレポがあるのでかなり楽だぞ。撃破です。傭兵のオーラを勇気に変更し耐性で課題になる電撃と毒を強化。フロストバーン。マナが増えるため回復量も増えますね。ユリエル撃破です。今回チャームが少ないけどこれはいい感じ。ナイトメアでは対面でやっています。メフィスト撃破です。ハルルーン今回で使うなら勇猛、服従あたりかな。アムルーン傭兵にイラつか自身で三日月かな。アンダリエルで少し修行します。クロマティックアイア、ダークブロー、ルームスリンガー、ウォーローズトラスト、サイゴンのベルト、ブラッドシーフ。ナイトメアのディアブロ戦だぞい。撃破です。ジャラルのたてがみ
変身ビルドでは汎用的に使える兜ですね。バール撃破です。くたくたヘルを進めています。今更ながら伝承を作るぞい。ケイン救出の報酬。街ではこれはいい指輪だね。おっと、ユニーク指輪。なあゲルリング。ラムルーン。傭兵用に鎧を用意して残念。おっと、モナーク。穴開けして精霊作ります。スキル速度 33%。装備するためにリスペックしてきました。火炎はシナジー優先で上げています。ファイアボール強いね。今回使えないけどね。電撃はマスターにしっかりポイントを振り、霊気はアイスボルトに1だけ。トランオールの鍵爪、スキル発動速度が漏れますね。スレッシャーを拾ったため穴開けチャレンジ。 OK。 洞察を作り直します。可変値もなかなか。ニアナの鎧を拾ったため傭兵に煙を作ります。役に立ててみせる。ナイトメアで拾っていたアムを使って三日月を発動。電撃耐性を下げるのに使うぞ。攻略に戻ります。ホラゾン。新しいセットアイテムですね。なんて忌まわしい化けホラゾンの秘密。メフィスト撃破です。タルラシャカブト。ガルルーン。今回は運がいいですね。ヘルのディアブロですが大して変わり映えもなく撃破です。キャスターアミュレットをクラフトしてみます。 5% か。火炎スキルと耐性はまだいいんですけどね。10分くらいかかってヘルのバール撃破です。クリアした感想です。火力不足に悩まされながらもなんとかクリアできました。ボルト縛りということで序盤から火力の低さは覚悟していましたが、ヘルに入ってからは特に厳しかったですね。アクト3で大量のフェティッシュが電撃耐性なため単体のボルトで処理するのがとても大変。アクト4以降も敵が硬く苦労しました。クリア時の装備です。詳細見るときは一時停止してね。マギを手に入れたのは大きく、なければ隠密のままだった可能性あり。今の装備だとスキル発動速度が 98%、8フレには 7% 足りませんでした。今思えば3段ベルトのままだったのでクラフトしてもよかったかもですね。チャームはかなり適当。続いてスキルです。ファイアボルトはレベル20、シナジーのファイアボールもレベル20まで入れています。ファイアマスターはゲット中ですね。チャージドボルトもレベル20、こちらがメイン火力ですね。シナジーのライトニングはゲット中です。アイスボルトは減速用でもっと活躍させてあげたかったですね。今後もいろいろとチャレンジしてみようと思います。高評価やチャンネル登録していただけると励みになります。最後は傭兵だぞい。
今回はこれで終わりです。次回もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。